忙し飯のレパートリーまた増えちゃった。これマジでおすすめ。どうも、ドキュメンタリーナレーションの小麦です。今日はとっても忙しい日。前日の夕方。お昼から法事なので今回の撮影は晩ご飯。当日にパンを焼くのは大変だけど、前日に作り置きしておくと楽だよね。ということで、前日の夜にクレープの生地を仕込んでいるよ。米ぬか 20%、加水率 180% の生地だ。分量の詳細は概要欄を見てね。夕方に生地を仕込んで数時間寝かせて深夜にクレープを焼く。空いている時間にこれをしているだけで当日の晩ご飯がとても楽になるんだ。生地には大さじ2杯ほど片栗粉を混ぜているよ。でんぷん成分なら片栗粉でもコーンスターチでも何でも大丈夫。でんぷん質のおかげで生地がしっとりと破れにくくなるんだ。私の生地は米ぬか入りだから、でんぷん質も小麦タンパクも入れているよ。前日の深夜。生地を数時間寝かせるとさらに破れにくい生地になる。放置するだけだから手間もないよね。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。概要欄には米ぬか 50% を使ったレシピ動画や料理とは全然関係ないポッドキャスト、そして私小麦の結婚相談所、ハッピーシェア小麦店などいろいろな情報を載せているので、ぜひチェックしてください。皆さんの反応が私の励みになります。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。このフライパンは何度も捨てられそうになったんだ。だけどその度に最後のつもりで米ぬかをいって、その度に復活する不死鳥のようなフライパン。いりぬかの油分のおかげでテフロンが復活するイメージ。私はこれをいりぬかシーズニングと呼んでいるよ。ところでみんな、クレープの始まりを知ってる？発祥はフランスのブルターニュ地方。12世紀頃、小麦の栽培が難しい痩せた土地で、そば粉を使った薄焼きパン、ガレットが主食として食べられたのが始まりなんだ。17世紀になると小麦粉や卵、牛乳を使った白い生地のクレープへと進化した。フランスでは今もそば粉のガレットをハムやチーズと合わせてシードルとともに楽しむ食事文化が根付いているよね。一方、日本でおなじみの手持ちスタイルは1970年代の原宿が発祥。皿盛りだったクレープを紙で巻き、生クリームやフルーツを贅沢に盛り込む独自の進化を遂げた。素朴な主食から華やかなスイーツへ、こうやって文化は伝播していくんだね。翌朝。忙しい当日の朝。忙しいと言っても法事は11時頃から。ランチを撮影できないだけで意外と時間はたっぷりある。こうやって義彦と掃除を楽しむ時間もあるんだ。なので今日は買い物の前に神社へお参りに。私の好きな諏訪神社と愛宕神社。
実は今日も諏訪神社で不思議な体験をしたよ。鈴を鳴らした後、お祈りをしている最中に止まっているはずの鈴が2回鳴ったんだ。風はほぼ無風。神社の鈴ってちょっと触ったくらいじゃ鳴らないよね。今回も神様に歓迎されたと解釈してもいいのかな。いつも見守ってくれてありがとう、神様。あたごさん、おはようございます。今日は足元にお供えされていたどんぐりが散らばっていた。動物の仕業かな。神社の後は買い物へ。法事から帰宅。Baba Sanla Doko Itoten? 親戚の法事ですよ。Hoka. よっちゃんは何をしてましたか？ Baba Sano Makulawo Senlio Shete Bakuswe Sidatawa. 母さんの枕と言いつつ、買ってから一度も枕として使ったことはないけどね。Mohayan Nico Senlio Baidoya. 母さんはなぜかクッションを枕にして寝ています。Kushin Aludiki Aligatai Omuya. この世の不条理に目を塞ぎつつ、クレープで晩ご飯を作るよ。いただき物の高級ハンバーグ。宮崎牛ですよ、ちょっと。こんな手抜きを極めた晩ご飯に使用していい食材じゃない気もしますが。でも、もったいないからと冷凍庫で化石になるより、私の謎のアレンジ料理として消化していただこう。不思議な整形をしているよね。そもそも今日は何を作るのか言ってなかったね。今日はクレープを蛇腹に折って耐熱容器に並べてカレーをかけて焼く料理。料理名は何にしようか。クレープを蛇腹に折って並べてハンバーグ乗せてカレーかけてチーズ乗せてオーブンで焼いたん。略してクレープ焼きカレー。クレープがちゃんとしっとりしてるから蛇腹にしても割れない。米ぬか入りのクレープを作ってみたい人、ぜひ概要欄の分量を参考に作ってみて。クレープって焼いて置いておくだけで旦那が勝手に何かを巻いて食べたりするから便利。主食にもおやつにも転生できる優れもの。できる限りぎゅうぎゅうに敷き詰める。あまりはスイーツへ。旦那の秘密のおやつかごからブラックカレーなるものを発見しました。なぜおやつかごの中にレトルトカレーが入っているのか。旦那にとってカレーはドリンクでありおやつでもあるハイブリッドな存在。このカレーめっちゃ黒いな。クレープの蛇腹の隙間にもカレーを忍ばせる。やばい、もう美味しそう。
宮崎の宝石をオン。こんな贅沢許される？成功するかどうかもわからない創作メニューに宮崎牛のハンバーグを乗せる贅沢。ハンバーグの上にもダメ押しのカレー。まんべんなくカレーを塗り広げたら、あれをたっぷり乗せましょうか。カロリーの暴力。もちろん多め一択。さあ焼かれておいで。180度の上下ヒーターで25分。最後の5分は250度にしたよ。焼いている間にスイーツ作りだ。中身はいつものヨーグルトとホイップクリーム。でも黄金のベールに包まれるだけで謎の高級感が出るだろう。日本の原宿スタイルのように持ち歩いて食べたいね。でもヨーグルト入りだから多分ボタボタこぼれるよね。なので今日はフランス式でいただくよ。ヨーグルトが少し余ったからいつものスイーツも作っておこう。おかえりクレープ。見た目がやばいよね。こんなもん絶対美味しいに決まってる。焼いたカレーとチーズの強烈にパンチのある香りが鼻をくすぐる。食べる前から正解きたこれ。唐突の味噌汁。我が家でいつも作り置きしてある具沢山味噌汁だ。朝家を出る前に温めたのにまだこんなに湯気が出てる。アイリスオーヤマの保温調理器神。クレープ焼きカレーが完成したよ。それではいただこうか。
回の調理時間、前日のクレープ焼き時間を省いたら多分1時間もかかってない。爆速晩ご飯いいね。どうですこの断面、暴力的でしょう。この料理はレトルトカレーの味にかなり左右されると思うけど、今回のブラックカレーめっちゃ美味しい。クレープもしっとりもちもちで食感が最高。想像通りの展開きたね。正直、法事の料理が美味しくてたくさん食べてしまったので、そこまで空腹じゃないんだ。でも、このクレープカレーは米で食べるよりも軽い口当たり。王道のクレープスイーツも当たり前に美味しい。ただ案の定ヨーグルトがボタボタ落ちてきたよ。今回はランチではなく晩ご飯動画だったけど、見た目ほぼランチだよね。忙しい日の晩ご飯、クレープ焼きカレー美味しかった。また見てね。